日本人のほとんどの人たちはすごく有名な高級ホテルには泊まったことは一回もないけれど、ラブホテルは一回ぐらいは使ったことがあるわけ。鈴木恭一と言います。今62歳、編集者であり写真家である。僕も普通の人だし、ほとんどは普通の人じゃないですか。無名の人たちが普通に楽しく暮らしてるんだ、それを探したかったんです。昔は日本でも大家族で住んでるね。例えば若い男の子がガールフレンドとセックスしたいっつっても家ではできない。一番親しみを持って迎えられているのはラブホテルの方なんですよ。今から20年30年ぐらい前は面白いデザインがいっぱいあったのね。ベッドが回ったりとかね、全部壁が鏡だったりとか、そういうインテリアデザインがどんどんなくなっているので、それを僕は記録したいと、写真に撮りたいと思ったんです。最初はとにかく部屋があればいいっていうのだったのが、だんだんこうね、競争も激しくなってくる。大きいテレビがあったらいいなとか、冷蔵庫があったらいいなとか、お風呂が大きいのがあったらいいなみたいになってきて、ゲームがあったりカラオケの設備があったり、それから電子レンジもあるのでご飯持ってって食べたりとか、いろんな遊び方ができる場所でもありますよね。泊まるんじゃなくて。インテリアデザインや建築の雑誌はラブホテルのことは絶対に取り上げてくれないわけ。普通のデザインに比べて下のものだと思ってるから、ちゃんとホテルにお話しして、こういうデザインがなくなっちゃうのは惜しいと思うので写真撮らせてくださいってお願いして時間を空けてもらって、大きなカメラを持ってちゃんと撮影しましたね。すごくみんなこうよくはフレンドリーに OK してくれましたね。やっぱりラブホテルの人たちも自分たちのデザインにプライドを持ってるわけ。最初に作った本は東京スタイルっていう本なんですけれども、それは東京に住んでいる若い人たちの普通のアパートを撮影したものなのね。東京に住んでる若者の9割は普通のちっちゃなアパートに住んでるわけ。かっこいい家具もなく。でもそれでもハッピーな。東京以外にもそういうものがあるだろうと。でだから大阪とか京都とか神戸とかそういうとこでも撮影したり、テレビを見ても東京のことしか出てこない。そうすると東京じゃない場所に住んでる人たちっていうのは東京のことをすごい羨ましく思っちゃうわけ。こう劣等感を持ったり恥ずかしがったりする。それがすごく嫌なんですよ。それをこうなんとか変えたい、少しでも。そういうところに日本人の9割は住んでいて普通に楽しく暮らしてる。自分たちは住んでるところは無名なものかもしれないけれども、よく見れば面白いとこいっぱいあるよと。最初はだから雑誌のためにやってたんです。村上春樹さんと吉本由美さんと僕の3人で興味のあるところに行って記事を作ろう。すごく有名な観光地じゃない、ファッショナブルではないところでも行ったら面白いかもしれないな。今まで一回も月給ってものをもらったことはないですね。だからずっとフリーランスのままで来たってことです。作るためのお金ですか？そうですね、自分で払いますね。一人で文章も書いて写真も撮って一つの本を作るのに僕の場合すごく時間がかかる。途中でやめてることですか？それはいっぱいありますよ。諦めたっていうよりこうゆっくりやっているっていうことの方が多いかな。だんだんやっていけば最後にはできるかもしれない。自分が完璧だと思う本っていうのは絶対できない。でもその時々で一番面白いなと思って作っているかな。